ということで、今回史上初となる4つのプレースタイルプラスをマスターしましょうと。で能力上がりとしてはペースが8、シュートが8の、フィジカル9以外は全部8となってます。で総合レートは最大86、ペース89のシュート88、体感が82のプレースの数が7のプラスが1という風になってます。はい。ということでちょっと条件としてはですね、低めだなっていう感じはするんで、めちゃくちゃ強い選手出来上がらないんじゃないかなとは思うんですけど、その辺も含めてですね、見ていきたいと思います。あとプレイスタイルとしては容赦なし、トリベラ、鋭いパスプラスシールド、俊足プラ、逆足プラス1のロブの達人という風になってます。はい。ということで、自分が持っている選手としてはですね、パクチソンが結構気になるかなとは思うんですけど、ただスキル3っていうね、スキル3逆足5という風になってます。スキルを気にしないんであればこの選手十分強いかなと思うんで、シャドウとかにすればですね全然やれるかなとは思うんですけど、能力も鋭いパスロブ2つ持ってて、容赦なし俊足プラトでティキタカもあるしインターセプトもあって、シールドもあるんで、十分強いのは強いんじゃないかなとは思います。はい。ワンチャンサイドバックもコンバートしてありかなとは思いますね、この能力値であれば。はい。で他はですね、ちょっと何とも言えない感じなんで、フットビンと、EGSBC で見ていけたらいいなと思うんで、最後まで見ていただけたらと思います。ということで、早速見ていきます。はい、まず1人目、マクアリスタですね。これ TOTW からの、能力上がりになるんですけど、十分強いなとは思います。ただ96、今回来てるやつに比べるとだいぶ見劣りはするかなって感じですね。はい。でただこれに関しても的確なパス持ってるし、鋭いパスと2つ持ってて、中盤に持っててほしい、プラス能力がちゃんと持ってるというのと、あとは俊足プラがついてるというのもでかいかなと思います。能力値も今回のエボの中では結構高くなるので非常におすすめ選手かなと思います。ただスキル3逆足4っていうのが結構引っかかってくるかなって感じですね。はい。容赦なしもつきますし、結構おすすめ選手にトップ3ぐらいに入るかなと思います。ということで次、ザンブドッターですね。またザンブドッター対象入りましたね。やっぱ能力値低いんでやっぱ入りやすいのかなと思いますけど、これだとやっぱりアンカーとかになってやや長いにするのがいいんじゃないかなと思います。91バースレート低くしても明らかにこっちの方が強くなるので、すごいいい選手じゃないかなと思います。スキル4逆足5ですし、容赦なしプラ、鋭いパス、クイックステップもあってロブ2つも持ってるんで、これは強いんじゃないかなと思いますね。やや長いでこの能力値は結構やれるんじゃないかなと思います。あとシールドもあるんで、ただちょっとね、バースデーの時に持ってた予測プラとか予測すらもないので、インターセプトもないんで、ブロックサイドタックルだけで対応できるのかっていうところは正直気になるかなと思いますけど、十分バースデーでも強かったんで、それの最上位互換で考えれば作成はありじゃないかなと思います。3回戦はですね、フィジカルも97になりますし、ペースも完走してるんで十分ありではないかなと思います。はい。で、次ですね、これちょっとロナウドは見ときましょうか。55で能力全然足りないとは思います。もう96とも比較にならないぐらい差があるんで、ちょっとロマン枠感はありますね。僕はもう作成はないかなと思います。ベリンガムも同じかなって感じですね。やっぱり今来てる S とか Y に比べるとはるかに差を感じるので、これはちょっと現環境では合ってないかなとは思います。ただプレスタはめちゃくちゃいいんでロブダつきますし、予測じゃなくてインターセプトもともと持っててのこれなんでいいんですけど、作成はないかな。ここ2人が結構いいんではないかなと思ってます。で、ムシアラもですね、結構能力としてはいいんですけど、デッドアイつけれればですね、この辺も90代、ドリブルも99もともとあるんでいいんですけど、やっぱり95と比較した時に能力の見劣りがちょっと大きすぎるんで、95も今そんなに高くないですし、それを考えるとムシアラはないかなって感じですね。はい。で、学法かな。学法を見たいと思います。ファイヤーの方ですね。能力値結構高いかなとは思います。デッドアイつけるなりエンジンなりでもいいのかなっていう感じはしますね。プレイスタイルもいいかなって感じはするんでありですけど、スタメン入るかって言われると僕的にはどうなんだろうと思いますけど、55にもなりますし、
まあフォワードとしては結構上位にはなるんではないかなと思います。はい。まあそんな感じかな。上位としてはこの2人が結構いい感はあるなと思いますね。マクアリスターも十分僕は結構好きな、まあロブタツ的確持ってるの結構でかいんですよね、正直。まあこれはありじゃないかなって僕は思いますけど、まあ EGSBC もちょっと見ていきますけど、まあマレンを二重でやるとかになってるのかな、これで言うと。マレンじゃないわすいません、トーマスですね。もう全然間違えました。はい。ハンターとかにつければ、まあ普通に強い、強いなと思いますね。99、96、95、97ということで、で、鋭いパス、ロブタツの、クイックステップ。まあ容赦なしもあって、トリックもあって、まあ普通に強いかなって感じですね。まあただ4-5っていうところは多少は気になるかなとは思いますけど、はい。で、中盤。これも普通に強そうなんですよね。94、93、95、98。で、フィジカルがね、ちょっと積極性低いところは気になるかなとは思いますけど、まあ、シャドウとかつけて、守備値もインターセプトも92ありますし、十分高いかなとは思います。まあ、ただ、プレスタで予測とかインターセプトはないんで、まあ、パスとかその辺だけで言うと、全然トップクラスになるかなとは思うんですけど、ちょっと物足りなさは出るんじゃないかなと思いますね。やっぱ守備の部分とかも含めてちょっと違うかなって感じはします。ちなみに僕はこの選手まだ残ってるんでちょっと気になったんですけど、ベーシックでやれば、ほぼ数値だけ見ればですけどね、98、95、98、99と結構化け物みたいな能力になるなと思います。でロブタツの鋭いパス、俊足もあっての容赦なしあってトリック余ってプレスタも十分優秀ですし、普通に前線としてはありなんじゃないかなと思います。僕もまだ残してるんで、まあ候補の一人になるけど、まあ今後の選手出てくる選手考えると、まあなかなかね20万ですし、まあムシアラ金の時も言いましたけど、それだったらもうムシアラ買った方が早いですよね、正直と思うぐらいなので、このロブタツと鋭いパス、俊足っていうのがすごいいいプレスがついてるんで、それを踏まえた上でどこを選ぶかっていうところにはなってくるかなと思うんですけど、コレアとかも普通に強いんですよね。能力だけ見たら十分強くて、エンジンとかで上げちゃうのも一つかなとは思うんですけど、なんかね、現環境でほんまにこれを使うのっていう感じはありますよね。はい。で、次ですね。この選手僕まだエボってないんで、できるんで、ちょっと考えたいかなとは思ってるんですけど、まあサイドバックでね、シャドウにして、ペースカンストさせて、ディフェンスも95ありますし、ドリブルも96、パスも95あると。まあ、ありかなっていう気はしますけど、まあ今って左サイドバックね、結構強いのもいるんで、それもどうなのかなっていう感じは正直します。はい。この辺もね僕まだ残ってるんでなしではないんですけどね、やっぱケミ問題とかもどうしても出てきちゃうので、そこがちょっと難しいところではあるかなとは思います。はい。フェリックスとかもね94になって55なんですけど、って感じかな悪くはないんやけどねっていう感じなので、序盤に紹介したやっぱりマクワリスタ、ザンブロッタが僕の中ではいいかなと思います。あと、掛け合わせとかでね、もっといい選手バンバン出てくる可能性もあるんで、そういった情報があればですね、よければ教えていただけたらと思います。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。今ですね、一応転売情報として、ディスコードの方を運営してまして、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。このどちらかを入っていただければ、ディスコードの招待送ります。で、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、登録後、僕の、X にまた、
DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。これ、ざっくりとした、紹介文ですね。こういうのをあげてますよっていう感じのです。その日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、これ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、SBC であったりとか、過去作の TOTY についての、説明であったりとか、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、他にも、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、自分の成功した案件とかも、その辺も載せてるんで、自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のもう結構数多くいただいているので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、だから転売情報だけ欲しいっていう方は、こっちだけを通帳にして、もし質問の方で数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方はこっちは通知オフとかに分けるように2つに分けてて、こっちであれば例えばプレイの質問であったりも OK ですし、スカットの共有とかですね、スカット相談とか、あと雑談も含めて、あとご質問は市場転売とか転売以外っていうのが、先ほど言ったプレイとかになってきます。こういうのもやってますので、転売以外のところも質問できる環境にはしてます。初心者の方とかも含めてですね、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、僕以外の方もお答えしていただいたりもしているので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。